93ですね。今年。はい。現役ですか？現役。現役で、まだなんないと思うんだけど。5月の節句に使う。これいろいろ飾りがつくんですね。コツというか。今なんかも中見てご覧になると分かると思うけど、平均にね、なるべく平均って材料によって出っ張ってるとこが全然つかないとかってね、長年の勘っていうしかないですね。去年ですか、園遊会に誘われ招待されて、近藤さん天皇陛下がお声掛けがあるからちょっとって、天皇さんから皇后さん、秋篠宮さんとか10人ぐらい順番に、みんな宮様方もそういうのを知ってて、ご苦労様でした。人によって違うけど刃物はいろんなのあるんですよ。こっちあたりだと漆火希望っていうんです。まあどんどん叩いてこういう刃にして自分で作って、それでここから削っていくのを割れっつうのがあって、型の割れね、それをこうやって押していく、こうやってまあバリ取りですね。でも割れだからこういうふうに当ててここを取っていくと。こんな感じですかね。これをまあ研磨かけるわけですよ。
やこれフィルターで。
高級ダウンというマザーですとか、フルスの 93%、95% ですとか、比較的ハイエンドのものを作業させてもらってますね。蓄電池に1回貯めて、でそれを工場に供給していて、だいたいここで約2300枚で、工場の建屋の屋根に1900枚ぐらい2箇所に分けてつけてます。こちらが加工している工程になります。地下水を使って洗浄してるんですけれど、それをさらにですね、軟水化させて、超軟水と呼ばれている高度が低い水をここで作り上げて洗浄に利用している。中に入っているのがイオン樹脂。このイオン樹脂がタンクの中に入っていって、そこを水を通すことによって超軟水化させています。形です。地下水になるんですけれど、何も加工がしてないので、カルシウムですとかミネラルが含まれている。この試験薬がカルシウムですとかマグネシウムに反応すると価格は変化するんです。お話しした試験薬を垂らすと、こういう形で赤く、こちらに同じ水を入れていきまして、こちらに同じように、そうすると今度同じ水ですけれど青く水道水、ウルトラファインバッグと超淡水、20回程度ずつやってみます。使う量ですとか、水を使う量を減らしていって洗うことによって地球環境に優しいものづくりができるようにということで、いろいろ試行錯誤を重ねてこの機器を購入したという形になります。ここから、我々で洗浄とふっくら羽毛をさせる加工を行うことによって、羽毛が本来持っているポテンシャルを引き出してあげるというところがこれからの工程種類になるので、ガチョウの胸の部分という一番あったかい場所を厳選して集めてください。
これ木なのは静電気を起きにくくするためですね。金属にしてしまうと静電気が起きてしまって壁にくっついたり取れにくくなってしまうので、あえて木製のフレームを使っています。入れます。正常度の試験、きれいになったかどうかをチェックしてるんですけれど、一番右側が洗剤を使って洗った後の排水、右から2番目が水だけですすいだ1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、一番外にある十字のマークがどれぐらいきれいにできれいになったかどうかを判断しています。西川基準の合格ラインですね、これにならないときれいになってないですよってことで洗い直し。100度前後で乾かしてあげる、ドライヤーをかけてあげると羽毛がピッと膨らむんです。ここでもともと羽毛が持ってたふっくら感が、取り戻されている。回って、ゴミを弾き出す。中が3部屋に分かれています。風の力を利用してダウンとフェザー、スモールフェザー3種類に選別をする。ここからが西川独自の工程になりまして、フレッシュアップ加工と言われている加工を施していく工程ですね。超軟水とウルトラファインバブルの水をもう一度投入をして湿らせてあげて、かき混ぜながらドライヤーをかけてあげるということによって羽毛が最大限にふっくらしていくという加工がこちら。
先ほどの作業が終わりましたら、ここに羽毛が流れてきまして袋詰めをします。同じように開くと3倍ぐらい作る。この状態になって羽毛のお布団の中に充填できる。ロットで試験をするんですけれど、不合格であったとしても数値とあと何が不合格なのかっていう理由を書いたものを発行してます。羽毛のその部分別に分ける。そうです。入荷してきたダウンが、契約上本当にそのダウン率になっているかどうかっていうのを調べる試験がこちらの試験になります。タンポポみたいなこう綿毛みたいなものがありまして、スモールフェザーっていうものがあるんですけど、洗浄が終わりましたというタイミングでもう一度同じ試験をやりまして、ダウン率が例えば 93% で仕上げてくださいという指示で加工した場合にきちんと 93% 以上で仕上がっているかどうかをチェックして、問題がなければ合格。個数のパーセントだからね。汚れが多ければ多いほど、水が濁ってきますので正常度が落ちている。きれいな水であればあるほど正常度が高いということで、当然正常度が高いものが合格。先ほど見ていただいた洗浄で洗った時もあります。いわゆる羽毛の違いをここでチェックしてます。はい。クルスで。これがラック。お預かりしたお一つの1枚を作業しています。他のものと混ぜたりは一切しません。乾燥させてもう一度ゴム取り袋に詰めて一旦ここでの作業を終了。袋に詰めたものを羽毛工場に持っていって側地に充填します。
今度は機械を使って検診をします。もう動かないからどうぞはいチーズもう町の母も日記もですよ。かぐるばかりですよね。楽しいですね、話しちゃって。すごい気さくないいお兄さんっていう夢を持って前に進んでる人ですかね。出来上がってくるともうこうやってねこう遊びたくなる。子供の頃に結局神楽を
見た記憶っていうのがずっと残ってるわけですよ。すごく目が合うっていうんかな、消えないんですよね、こう感動中、その時の印象が。大丈夫ですかね。
どうも皆さんこんばんは。ただいまより、夜神楽公園の方を開園したいと思います。毎週欠かさずということで観光でお越しの方、また旅館宿泊のお客様に大変ご好評いただいている次第でございます。あなたに柿をゆい巡らし、その柿にやつの角を作り、角ごとにやつのさずきをゆい、あの大じゃずたずたに退治せんこと、棚心に覚えあり。そういうこのところに読書の用意いたすべし。
照らす大神に捧げたてますらばやと思う。鬼口山に住まいする十羅雪女と申すのに。
鬼口山に住まいする中羅節女と申すもりへ何時かのよもう動かないからどうぞ。いきます。はい、チーズ。1時間かかる。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。お世話になりました。また来週もよろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。